にちは、ネイジュの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回紹介する、作品はサコッシュになります。旅をテーマに、制作をさせていただきました。こちらはコットンフレンド掲載の作品になっていますので、よかったら掲載誌の方もチェックしていただけると嬉しいです。今回は紙面の企画でプリムさんのバリオを使用してハトメやカシメを取り付けています。使っている様子も紹介していますので、よかったら参考にしてください。このチャンネルでは初心者様にも分かりやすいように丁寧に音声で解説する動画を配信しています。よかったらチャンネル登録の方をしていただいて、最新動画の方もチェックしていただけると嬉しいです。それでは準備するパーツの紹介です。こちらが本体になります。幅は20センチ、縦の長さは32センチになります。幅20センチ、縦が12センチです。で、こちらの上3枚はリバティの生地になります。幅はすべて20センチで、上から3センチ、4センチ、5センチになります。20センチのコイルファスナーを使用します。で、こちらがファスナーの脇タブになります。脇タブは幅が6センチ、縦のここの幅のところが 2.5 センチでファスナーの幅に合わせます。お好みでアクセントタグなどをご利用ください。それからキーリングも使用します。キーリングは直径だいたい2センチほどになります。今回使用する素材はナイロンオックスといって、ナイロンの中でも比較的厚手のものを使用します。ポーチなどを1枚仕立てで作るときにおすすめする素材になります。そしてリバティはローン生地といって、とても薄い生地になります。今回接着芯などは使用せず、このまま使用していきます。で、ファスナーはコイルファスナーになります。ハサミでカットしますので、金属タイプのものは今回は使用しません。それではショルダーパーツの紹介になります。今回はハトメを使用します。11mm のタイプを2組と中華締めが2組、そしてナイロンのショルダーテープを使います。1センチ幅のもの110センチで準備しています。今回はサコッシュタイプのため長さは短めにしています。お好みで調整してください。それでは最初にループから作ります。まず2つ折りにして、いつものように4つ折りにしていきます。アイロンは中温で準備してください。広げたらこの折り目がついてますので、その折り目に合わせて布の端を合わせて付け合わせにしていきます。最後にこの重ねて4つ折りにします。そしたらここの際を縫います。今回は重機の職業用ミシン SL700EX を使用します。ミシンの針は11番で普通地用、縫い目の長さはだいたい 2.5 ぐらいで仕上げていきます。際を縫う時に便利なのがこちらの SR15 で段付き押さえになります。こちらを使用していきます。で、今回はファスナーを使いますので、ファスナーの押さえパーツも準備します。段付き押さえにはサイズがいろいろあるんですけれども、今回は 1.5mm ですねのタイプを使用します。際を縫う時にこの段差がここに引っかかってちょうどよく綺麗に縫えていきます。こちら一つ持っておくといいかなと思います。職業用ミシンお持ちの方は参考にしてください。で、こんな感じでちょっと沈むと思うんですけれども、このループは少し長めに用意してますので、返し縫いはしないでそのまま縫い始めます。最初と最後のところは切り落とす予定です。そうしたらループを切り分けていきます。縫い終わりのところの方が綺麗に仕上がってると思うので、縫い終わりをそのまま使用して、端から14センチのところで切ります。これはね、ループになります。で、脇のタブを使用しますので 3.5 センチを切ります。縫い始めの部分を切り落とすので、縫ってるところは綺麗になってるかなと思います。
ではまずこちらから仕上げていきます。こちらの小さい方は2つ折りにして留めておきます。長い方はキーリングを通します。こんな感じで留めておきましょう。キーリングの方はここを1センチほど離れたところを縫います。タブに使用するところは仮留めなのでだいたい5ミリほどでクリップが外せるように縫い留めるような感じになります。端から縫いにくい時はこんな感じでタブの真ん中に針を刺して待ち針の代わりにするといいですよ。まず前に進みます。はい、そしたら返し縫いして反対まで落とします。でまた前に進めます。タブも同じようにして縫いましょう。キーリングはこちらのタブと同じようにこの端のところも外れないように留めておきます。2箇所で縫い留めてタブは1箇所のみになります。コロコロオープナーを使用していきます。まず最初に2センチで折り目をつけましょう。そしたら一度広げます。開いたらこの折り目つけた折り目に布の端を合わせます。そしたら三つ折りにしていきます。こうすることで1センチの三つ折りが綺麗に仕上がっていきます。もし脇のタブを挟むとかこうアクセントのタグを挟みたいときはだいたい端から 3.5 から4センチぐらいのところにつけましょう。そしたら際を縫います。いつもは布の量が多い方が反対側のこの左側に来るんですけれども、段付き押さえを使うと通常はこのような感じになります。では1センチ先に針を下ろしたら押さえを下げます。割とちょっと引っ張って返し縫いからスタートします。こうやってやると縫い始め綺麗になりますので、ぜひお試しください。裏面も綺麗になってます。続いてファスナーの脇タブを縫います。こちらは2つ折りにしましょう。でこちらも際を縫います。ではファスナーを用意します。このギザギザのところで何センチにするのか分かりにくいので、最初にここを切り落としていきます。こうして平らにしてからスタートしてみます。そしたらファスナーを20センチのところで印をつけていきます。端を0に合わせて20センチで印をつけます。はい、では20センチのところに印がついたところで先ほど仕上げたこちらのファスナーのタブを重ねます。ちょうど20センチのところで重なるようになります。そしたら待ち針でしっかりと留めておきましょう。今度はファスナーの肩押さえを使用してここの両側を縫います。縫うのは端から 5mm になります。返し縫いをしてしっかり留めましょう。はい、では縫い終えたところになります。これをハサミで切り落としていきます。コイルファスナーは普通のハサミで切ることができます。まずこのファスナーの脇タブに揃えてカットしましょう。そしたら裏にしてここ端から 1.5 センチのところに印をつけます。こんな感じで 1.5 センチ印をつけておきます。そしたらこのちょうどこのラインがあるところでカットします。ホイールの硬いところを切り落としていくようなイメージです。ナイロンの生地はカットしないように気をつけてください。ファスナーだけを切り落とします。それでは本体とこのリバティのパーツとファスナーに中央の合い印を入れていきます。中央の合い印はこの両サイドを持って2つ折りにしたらこの輪になる部分が中央になります。ここをつまんで横 2mm 縦 3mm ぐらいで斜めにカットします。
そうすると V の文字ができてきます。これを上下につけましょう。そしたらリバティの生地はこうやってこの柄の方向がありますので、柄の方向を合わせて中央に印をつけるのはファスナーとこう重なる部分だけになります。片側のみに合い印を入れてください。そしたらファスナーも同じようにしてこう輪にして、片側はこうやって V でつけても反対側はこの部分ですね、垂直に下ろして同じ位置になるように V をカットする方が綺麗に仕上がっていきます。そしたら本体にファスナーを重ねていきます。いつもとちょっと違うやり方になります。1枚布で仕上げていきますので、この向きにして生地は裏面の状態でまず中央で重ねましょう。中央と両サイドをしっかりと留めます。縫い始めは平らな状態でこの状態で留めていきます。ここに玉があると縫い始めやりにくいので、真ん中ぐらいまで開けておきましょう。そしたら端から 5mm を縫いましょう。最初に縫う時は針は左側にします。5mm の縫うところはだいたいファスナーのこの折り目に合わせていくといいかなと思います。職業用ミシンはこのような感じでラインが引いてあるので、そこに布の端を合わせていきます。そしたら途中で針を止めてアジャスターを元の位置に戻します。常に平らな状態にして縫っていきます。そしたらリバティの細い3センチの方を重ねます。今つけたこの中央の合い印をファスナーのこの合い印のところに合わせていきます。同じようにしてクリップで3箇所留めていきましょう。ここの端のところアジャスターがありますので、アジャスターは少しずらしておきます。ずらして端を留めます。でこのリバティの上を縫ってもいいんですけれども、ちょっとこれだと縫いにくくなりますので、反対面にして最初の縫い目を見ながら縫っていきます。今度は 7mm で縫いますので、布の端をこの7のところに合わせていきます。そしたらここの膨らみのアジャスターがありますので、アジャスターを動かして今縫ってきた方向に向けて開けていきます。で続きを縫っていきましょう。常にここ平らにして縫いましょう。こうすることでリバティが結構柔らかくて伸びてくるので、伸びる素材は下にして縫った方がこの脇が揃いやすいです。そしたら一度こう縫い代で折り上げて、コロコロオープナーなどでしっかりと折り目をつけておきましょう。じゃあ倒して裏にしたら、ここのリバティの端をここのベージュの端に付け合わせに合わせます。でまた折り目をしっかりつけていきましょう。そうしたら反対にして、今度はナイロンの方も縫い代でしっかりと折り目をつけておきます。両方ともやっておくと仕上がりがとても綺麗になりますので、ちょっと一手間かかりますけれどもやっておくといいかなと思います。そしたら今折り目をつけたところで縫い代を干していくような感じになります。裏面はこのような状態、表面は縫い代が隠れるように仕上げていきます。止まったところで最初にここの際を縫います。今度は際を縫うので針の位置を反対にします。右側にずらします。針は動かないので押さえをずらすような感じです。続いてこちらの際を縫います。はい、では縫い終えたところになります。そしたら反対側も同じようにして縫います。針は左側にします。
そしたら残っているリバティの中央の合い印でまた重ねます。裏面にして重ねましょう。で詰めたらナイロンの方を上にして 7mm で縫います。そしたら先ほどと同じようにして折り目をつけます。同じようにして布の端を付け合わせにします。そしたら際を縫います。針を右側になるように押さえをずらします。はい、それでは縫い終えたところになります。でこのファスナーの裏側はこのような感じになっています。そしたら合い印をつけていきます。端から 3.5 センチのところに印をつけます。上は 3.5 センチで下が11センチの合い印を入れます。反対側も同じようにして印をつけましょう。そしたらハサミで切り込みを入れましょう。一度裏にします。裏にしたら今つけたこの11センチの切り込みのところにポケットを重ねます。タグがついてる方が表になるので、このような感じで見えない状態で重ねましょう。で脇を留めます。でこのような感じで軽く留めたところで一度表にします。今ポケットが止まってるところでもう一度3枚を重ねていきます。では片側をまず 5mm で縫いましょう。最初に作っていたこの小さい方のタブを縫い目を下にして重ねます。重ねる向きは外側にしてここの今縫った 5mm の縫い代の中に留めていきます。5mm で縫った後に脇のタブを挟んだところです。留め方がいつもと違うので仕上がった時と同じ状態にして留めていきます。では今度は反対側の方も進めていきます。今度はキーリングがついている方をファスナーのところに合わせます。今度は内側にして合わせてください。ちょうどこのファスナーのところで重なり合うと思います。こんな感じで一緒に閉じておきましょう。そしたら脇を合わせます。先ほどと同じようにして 5mm を縫います。この重なりの強いところは返し縫いをしています。はい、ではこのような感じで縫い終えたところになります。裏面にするとこうなります。今表の状態なので裏に返していきます。リングもこのような感じでついている状態です。で角を出すときはここ角をしっかりと折ってから表に出していくときれいに仕上がりますので、内側の状態からきれいにしっかりと出しておきましょう。そしたらこのところをしっかりと押さえておきます。そしたらそれぞれを 7mm で縫います。そしたら反対側も同じようにして縫いましょう。はい、では縫い終えたところになります。このポケットのところと、できればこのファスナーのところとかも返し縫いしておくといいかなと思います。袋縫いになるのでここの部分が結構厚みが増してきます。厚い生地を縫う場合はこう切り落とした状態で後からつけることもできますので、こんな感じで参考にしてください。あとこの底の部分は切りっぱなしにしてます。気になる場合は三つ折りなどして縫い代を閉じておいてください。そしたら表にします。
これで完成になりますけれども、この後ですねショルダーをつけていきます。いつもと違うね道具を使って紹介していきたいと思います。最初はハトメをつけていきます。それがこの囲って上に上がるので、この穴の部分にこれがカットするものですね。これを差し込んで、上にこういうちょっと凹凸になっているものを差し込みます。それではハトメの付け位置の紹介になります。ちょっと分かりにくかったので、今回別のアイテムの方で紹介したいと思います。ここに袋閉じで閉じてある縫い代がありますので、こちらを避けてリングを合わせます。合わせるとちょうどこの平らなところになりますので、ここでぴったり合わせたら円を描きます。真ん中の円を描いておきます。そしたらこの円の中央にバツを描いておきます。この後穴を開けていきます。あっという間につきました。音も静かですよね。そしたら今度はカシメをつけるので、カシメのパーツに変えていきます。 7.5 を使用します。こんな感じで取り付けていきます。最初に穴を開けるのにこのパーツを使います。で、穴開けはこの 2.5 のものを使います。そしたらまたパーツを変えます。今度はカシメを留めるので、これごと外して裏面がこの大きい輪の方を下に入れます。で、こちら上になっている方はこのまま上にくっつけます。カシメは専用のものがあるので、こちらを使った方がいいかなと思います。そしたら持ち手を表側から通します。通したら穴の開いたところでこうしっかりと折って留めたらカシメを通します。すごいあっという間について、音も静かなのに爪もね入らないぐらいしっかり止まってます。はい、いかがだったでしょうか。これで完成になります。よかったら素材の方も参考にしてみてください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら高評価、そしてコメント欄の方もお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。